カジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は ZEP 金沢が2027年に新設されるという話をしていきたいんやけど、これ5月8日の記事なんやけど、西松建設と JR 西日本が、JR 金沢駅の西側で音楽ライブホールの建設を始めると発表した。ZEP ホールネットワークと連携して運営する。ZEP のライブホールが日本海側にできるのが初めてで、もともと新型コロナウイルス化前に、金沢市内の別の場所で建設する案が浮上したんやけど、近隣住民が反対した経緯があって、今回市街地で再び計画が動き出すと。定員がだいたい1200人ぐらい入る音楽のライブホールなんやけど、金沢駅から徒歩8分ぐらいにある場所で建設予定しとって、2025年の秋頃に着工して2027年の春開業を目指すと。で、さっきも言ったけど、もともと2019年に在来線で金沢駅の隣駅にあたる西金沢駅近くで建設計画が持ち上がっとったんやけど、周辺の住民からの騒音であったり、治安とかも含めて計画自体が頓挫しとったよね。それで5年越しに動き始めたっていう経緯なんやけど、自分は富山住んどって、北陸民からすればかなり喜ばしいことやと思うわ。千秋さんももともと金沢に住んどったから、縁があるっちゃ縁がある話で。そうやな。3、4年前ぐらいに、ちょうどその西金沢駅の近くに住んどってさ。西金沢駅自体がさ、結構な住宅街みたいな感じな。そうやな。駅前から結構もう住宅街広がっとる感じで。じゃあやっぱそもそもそこに建てようとしとったのが間違いやったんや、じゃあ。そうやな。で、多分この、もともと建設予定されとった場所は、西金沢駅の中でも、あんま栄えてない方の出口側で、空き地が目立ってる場所。そのとこに建てられても、来た人が手持ち無沙汰になるような感じだ。でもそっち側は土地が余っとる感じではあったから、建設するにはちょうどいい場所ではあると思うんやけど、それでも住宅地は近いから、あんな田舎にっていうかのどかなところに、そんな人が殺到したら結構偉いことになるとは思うな。そもそも駅自体がそんな大きくないから、1000人とかがさ、一気に来るような駅じゃないから、対応できやんと思うで。あんな駅じゃ。確かに、ごった返して、それこそその周辺で住んどる住民からしたら、ちょっと厳しいよな。そう考えたら、金沢駅の西口のスペースも含めて、変更したっていうのは結構な英断というか、成功じゃないかな。そうやな。もし西金沢駅に来とったら本当にライブ終わりとか入場規制やろうな駅。そもそももう入れませんってなると思うで。ぐらいの駅の規模やから。金沢自体もさ、北陸新幹線できてさ、今かなり暑い街やと思うから、需要は絶対あると思うよね。そうやな。大成功しとるよな。観光都市としては。金沢ってな。観光客も多いしな。外国人含めて。新幹線が新しくできた駅、北陸新幹線の中では当然やけど、新潟とか、他の東北とかの新幹線の沿線の駅の中では一番成功しとる都市ちゃうかなと思うけどな。ZEP のさ、他の地域とか見とっても、名だたる都市やからさ、こんなに早く金沢に回ってくるとは思わんだんよね。そうやな。だって金沢以外やったら、札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡。そこに、次に金沢かと思うと、感慨深いものがあるよね。この名だたる都市に金沢が名を連ねるんやな。だからもう北陸ね、ライブってなったら今後もその金沢が覇権を取るからさ。そうやな。日本海側っつったら、もう福岡除いたら金沢ってことになるわな、今後は。富山はな、全然問題ないけど、新潟県民は面白くないやろね。そうやな。新潟に来るチャンスが減ったわけやから。噂によると、このZEP金沢の計画がさ、浮上してさ、北陸甲信越でナンバーワンの都市はどこかっていう議論がまた再燃してるらしいやんな。新潟と金沢で。そうそう。いやー、お互い譲らんからな。新潟県民からすると、ZEPが金沢にできてしまうと、全国ツアーで新潟がスキップされるんじゃないかっていう危惧が出とるらしいよ。いやー、されるやろ。そうやな、気の毒やけどな。飛ばされるわな。新潟からな、金沢ちょっと遠いからな、なんだかんだで。そうやな。東京から金沢来る方が楽なんじゃないかっていうぐらい。そうやな。しかも、新幹線も違うしな、ルートがな。通り道とかでもないしな。そう。かわいそうやけど、新潟県民は金沢に遠征するしかないんじゃない？でも東京行った方が早いか。金沢行くんだったら。そう。金沢行くぐらいなら東京行った方が遊べるしっていう新潟県民の思考は多いんじゃない？富山はな、どっちにしろ蚊帳の外やから交通の便のいい金沢には賛成っていう立場なんやけど。でも、富山、福井あたりにもかなり影響すると思うで、これは。そう。だって、特に富山なんて経由する駅やからさ、
ライブとか、まあ、観光シーズンとかに重なったら金沢駅で泊まりやん人とかが富山駅でな、あえてホテル取るっていう人もおるんちゃうかな。あ、それいい意味でね、いけね。それはあるやろな。金沢も今インバウンドとかですごい高騰しとるからな。ホテルの宿とか。まあ、北陸来たついでに富山も観光してこっていう人もおる。まあ、確かにな。まあ、大阪方面からしたら福井とかな、もう行くやろうしな。確かに。もともとな、金沢ってあんまり音楽のそのライブをする場所ってなかったんよ。小さい箱はちょこちょこあったけど、大きい箱、ライブハウスっつったら、産業展示館っていう場所があったんやけど、そこが金沢駅から車で20分くらいかかるから、ちょっと不便やな、それは。まあ、都心から来た人はな、不便や。まあ、それが、だから、駅のな、西側の徒歩8分っつったら、いや、もうそれはでかいよ。もともと金沢の繁華街ってさ、片町とか高林坊が有名なんやけど、ちょっと駅から離れとんだよな。歩いたら20分くらいかかる場所にあって、新幹線が開通してから結構な、都市機能が金沢駅前にな、移転してきとんのよな。その日銀の金沢支店とかも、もともと片町の方にあったんやけど、最近駅前に移ってきて、で、なんか会社とかも片町とか高林坊の方からどんどん駅前に移ってきとるから、今開発がすごいよ。さらに拍車かかるやろな。まあ、この建設する場所は、金沢駅のさ、看板みたいな、鼓門ってある方とは反対の方なんやけど、そっちはあんまり開発がそこまで進んでないから、土地もあっていいやろうな。そっちも店がいっぱいできるんちゃうか。まあ、特にあの辺りやったら騒音問題とかも気にせんでいいからな。ああ、まあそうやな。オフィスビルばっかやからな。あの辺は。ジャンプで振動で揺れるとかも、近隣に建物がないから気にせんでいいんじゃない？ゼップナンバーやっけ？ゼップナンバー、久保田の本社が横にあるから揺れるんやろ。あ、そうそう。騒音問題で揺れで酔うぐらいに揺れるらしいよ。そんなにすごいな。いや、まあそれが原因かどうかわからんけど、久保田の本社移転するらしいけどな。ゼップ側からすると、ジャンプするのって自粛を呼びかけるしかできやんだから、まあ今は禁止になっとんのかもしれんけど、その久保田みたいな精密機器を扱う会社からすると、まあ、揺れって結構一大事やからさ。死活問題やな。本当に揺れるんやな。だからすごいよな。まあそうか、1000人、1500人以上が一堂にジャンプしたら、まあそれなりの振動にはなるか。金沢も周りが揺れるんじゃん。まあやっぱあとゼップっていうだけでさ、まあアーティストも結構金沢に組み込めるってのがでかいと思うわ。ああ、北陸民は遠かったもんな、今まで。そうそう。今までわざわざ大阪とかさ、東京に遠征しに行かなあかんし。日本海側は結構飛ばされがちやしな。そうそうそう。MC バトルとかが金沢で見れるかもしれん。凱旋とか。金沢に来るような人があんまり MC バトルを見に行くとは思えんけど。いや。MC バトルやっぱどこでも人気やから。ヘツがおる。北陸のヘツたちが今集結するよ、金沢に。北陸出身のな、有名ラッパーって俺知らんけど。確かにな。MC カンが新潟出身っていうぐらいしか知らんな。いや、それだけで十分白あるけどな。まあ、あの人新宿スタイル歌っとるけどな。金沢自体は中田康隆とか、そっち系がおるらしいから。ああ、そうなのよ。現代美術館とかもあって結構芸術の街、側面もあるからな、金沢って。そうやね。21世紀美術館とかあるから、芸術の街は芸術の街。北陸新幹線乗れやんくなるんじゃない？ライブがある日とか。いや、ほんとそんなレベルやと思うで。てか、マジでそう考えると北陸新幹線の開通がでかかったってのを思うわ。若者だらけになるんやろうな、新幹線とか。そうやな。活性化するな。あんま関係ないけど、金沢ってさ、駅が西側にゼップができるけどさ、で、西側ってあんま栄えてないんやけどさ、栄えてないっていうか、なんもないぐらいの感じなんやけど、地方都市の駅って片側だけ栄えがちやんな。そうやな。めっちゃ差大きい。わかる。富山もそうやもん。ああ、三重もそうか。津駅とかも。三重は両方されとるか。こうな、松本とかもそうやったし。ああ、やっぱそんなもんなんやな、地方都市って。名古屋とかも境側の方が栄えてるみたいな。あるよな。あるな。金沢はだからゼップができることでな。確かに。両方が栄えるようになるんじゃない？これも本当一回頓挫してからさ、全く進展が表には出てなかったからさ、いきなり発表されてびっくりしたわ。ニュースの記事の中では、知事の長谷博がなんか誘致したいと考えて2年前から調整しとったって言ってるけど、これは長谷博が頑張ったってこと？確かにイベントを楽しめる施設が必要と考えたって言ってるから、功績はでかいな、そう考えると。長谷さんは、メディアとかも出とるし、結構頑張っとるっていうイメージやけどな。裏金問題かなんかの時に口滑らせて炎上しとったけどな。言ったらあかんこと言ってしまって。全然金沢ってか石川におらんっていうのがちょっと問題やけどな。でもこうやってな、金沢が栄えていったらな、俺らもさ、昔金沢の超マニアックな風俗の連れ出しスナックの話も
しとるけどさ、はいはい。ゼップでライブで金沢に行った際には、連れ出しスナックもぜひ行ってみたらいいんじゃないでしょうかっていう。確かに。行けん距離じゃないからな。全然歩いて行けるやろ。いけるいける。いやもうライブで興奮した。そのまま。そうそう、ほてった体をそのままな。連れ出しスナックで60、70のおばさんと。まあまあでちょっと体を一回クールダウンしてな。確かに。それ大事かもしれんな。で、片町で飲みに行くと。抜いてから飲みに行く。まあでも、ただでさ、今、片町らへんは、週末は予約せんと居酒屋入れやんから、もし行くんやったらな、飲み屋予約せんと。確かに。入念だな、ちょっと準備を。ていうか、マジこの前の、なんか規制とか他の県の人からも言われたんやけど、本当北陸っていうだけで、僻地やからもう行く気ないわみたいな、言う人結構おるんやけど、確かに交通の便は、三重とかがやったらちょっと不便やけど、東京とか大阪からやったら全然来れるから、マジでこの機に一回来てほしいな。そうだ、行きやすくはあるんやけど、ついでに行く場所ではないから、なかなかそこに行くっていう確かに目的地としてな、設定せんといかんからな。ゼップ金沢行ったらそこで終わってしまう可能性があるからな。まあまあ、アクセスは悪くないわな。そうそうそう。思った以上に。まあ、東京から2時間半ぐらいで行けるからな、新幹線。金沢やったらそうやな。うん。これを機にな、金沢も、富山も、福井もな、行ってみたらいいんじゃないでしょうかね。新潟県民は残念やけど、東京に行ってもらって。それはもうしょうがない。新潟は北陸3県からもちょっと、なんか外れやからな。新潟プライド高いから。いや、まあ都市の規模としては絶対新潟の方が大きいから、ナンバーワンは新潟に譲ってもらってな。ただトータルで見たらやっぱりゼップ金沢の新設は北陸界隈においてもいい方向で。そうな、活性化につながると思うし、結構成功すると思うけどな。俺も成功すると思うわ。俺らもな、さっきちらっと調べたら、リップスライムの全国ツアーはゼップでやることが多いらしいから、復活した2027年まだ復活しとったらまだやっとるか。ゼップ金沢でさすがにやっとるやろこんだけ話題になったんやから。そんな感じで今日はゼップ金沢が2027年に新設されるという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。